そうそう、Z ホールナイトね、ディスプレイのそう、下にね、チタンが入ってて折り目が目立たないらしいんだけど、ミクさ、変態だからさ、折り目が、愛おしいんだよね。本当に、スマホの変態で申し訳ないんだけど、折り目があることで技術力を感じるのよ。きっとこの折り目は、将来なくしていきたいんだなっていうのがもうわかるからこそ、今、折り目が目立ってる時が愛おしいの。もうこの折り目のところをひたすら触ってたいの。そう。なんだよね。そう。だから、寂しさを感じるよ。いや、もちろん、だって、折り目はなくしたいだろうけどさ、私今だってもう、セブンシリーズの段階でギャラクシーで言うと、肉的には目立ってないんだけど、全然。そう、でも、うわー、折り目だー。折り目だーと思って、ここにどれだけの技術が積み込まれてるんだろうって思うとさ、もう、ワクワクが止まらないわけよ。って感じなんですけど、はい。なんですけど、まあでも各社、折りたたみの折り目は、だんだん薄くしていきたいようなので、はい。私としては残念です。今更だけど、ミクポポに影響されて折りたたみ買いました。素晴らしい。まあ、折りたたみは正直、やっぱフォールド系のタイプは使い勝手とかもいいですが、フリップ系に関してはもう本当にロマンでしかないんですけど、なんなら、フォールドシリーズに関しても、ノートみたいな折れるものに関しても、フォールド系はもうロマンなんですけど、やっぱそこ、なんですよね。いや、耐久性とかもね、確かに、レビューとか見ると、全然大丈夫っていう人もいれば、なんか画面にちょっと、なんか入っちゃったみたいに聞くんだけど、愛おしいんだよね、やっぱそれもね。ミキは絶対にスマホは保証に入るタイプなので、はい、まあそれで直してずっと使っていきたいなっていう感じなんだけど、そう、愛おしいよね。なんか常に持つもの、もちろん頑丈さを求める人もいると思うんだけど、まあもちろんね、頑丈なんだけど、基本的にはね。まあ、耐久性がもうおしまいですってことではないと思う。だけど、でもやっぱりそこも含めて、人類の技術だよ、これは。人間が、縄文時代に考えた人いますか？室町時代にこのものを考えた人はいますか？って感じですよ。江戸時代にこれがあったらどうなってましたかっていう、この人類の知識と技術と努力の結晶。ってわけ。ごめんね。変態でごめんね。でも大好きなんだ。そう。って感じだね。折りたたみ使ってていいなと思うときはある。めっちゃくちゃあるよ。まあ、使い方とかによると思う。から、向かない人もめちゃくちゃいると思うんだよね。向かない人は、とにかく、向いてる人を言った方がいいのか。向いてる人は、多分お仕事で結構、例えば2画面出したいみたいな、スマホで、いつもアプリを行ったり来たりしてる人、メモアプリ開いて、コピーして、それをまたアプリ閉じて、違うアプリにペーストしてとか、こっちで調べ物して、調べたのをこっちに送るとか、そうやって2個3個のアプリを常にお仕事とか、まあ、頻度高く行ったり来たりしてる人は、この大画面になる折りたたみスマホの場合は、割れるから、一度に2ディスプレイとかでできるから、そう、それはすごい便利かな。だし、なんていうのかな。例えば、まあ、LINE と、まあ、メールのアプリ。LINE とサファリでいいか。LINE と Chrome とかサファリとかを同時に出したい場合って、まあ、Galaxy はだけど、もう、LINE を右側に。で、サファリを左側にっていうので、もう固定して保存ができとけるの。だからもう、アプリをワンタッチする感覚で、ワンタッチするだけで、もう分割された状態で、使えるすぐに使えるから、それはね、楽だなと思う。
これは多分ギャラクシーの機能かもしれない。から、iPhone、iPad をね、持ってるけど、iPad も分割できる。から、それもね、便利。多分、折りたたみ iPhone でも分割は絶対できると思うから、そこはまず使いやすいなって思うのと、あとは、あれだね、漫画読む人、小説読む人とかは、もうめちゃくちゃいいと思う。もう、まあね、想像つくと思いますけど、やっぱめちゃくちゃ読みやすいし、いいなと思う。と、あとは、まあ、仕事の資料をスマホで見たい人はいいかもしんない。特に確認したい PDF とか、そういう系のものとか、なんかちょっとスマホだとさ、見れるけど見にくいとかあるじゃん。でももうタブレットだからほぼ PDF とかすごい見やすい。資料確認してくださいみたいな風に言われた時に結構見やすいっていうのはある気がします。でも逆を言うと、そういうのがあんまり別にいらないなっていう方は折りたたまなくてもいいと思う。なぜなら折りたたむ方が重くなっちゃうし、どうしても。あと高いし。って感じだとは思いますね。ゲーム2つ起動できるらしいよ。見た。ミク、原神とスタレを一緒に起動してる人見た。まあちょっとそれはやらないけど、そう、資料見ながら連絡もできるんだよ。そう。それもできます。はい。便利です。はい。かなー。はい。折りたたみスマホ、液晶大丈夫なのかなと記入してしまいます、先生。いい質問ですね。記入してしまう人、もしくは折りたたむ、でも正直、これほんと正直な話、折りたたむことにロマンを感じない人は使いにくいと思う。これミク、案件じゃないから言えんの。そう。案件じゃないし、他のスマホの会社の案件もやってないから言えるんだけど、折りたたみスマホはロマンを感じれなかったら使わない方がいい。なぜならやっぱり重いから。そう、どうしても、どれだけ頑張ってもやっぱ重くなっちゃうし、そう。だし、タブレットに代替案としてはタブレットだってあるし、PC だってあるしっていう中で、その中で折りたたみスマホを選ぶっていうので、そう、そのロマンはね、必要だね。だから正直使いやすいなと思う。特に、フォルドタイプの場合は、2時3時の活動をしてると、すごく、例えば、何か確認する、PDF だったり、いろんな資料だったり確認するときとか、あとバンドやってるからスコアだったり、あとはスケジュール見ながら、返信したりとか、スケジュール確認しながらっていう風に2画面使うことが多いんだよね。そう。だから、自分はすごい使いやすいなと思います。はい。また語ってしまった。危ない。また今度喋りましょうね。新しい、サムスンが出してるギャラクシー、ミクもね、愛用してます。ギャラクシーの、折りたたみのシリーズ、フォールドとフリップっていう2シリーズあるんですけど、そこから新しく8のシリーズが出たんですよ。なんですけど、今まではそのフリップとフォールドって2種類だったんだけど、今回フォールドとフォールドウルトラとフリップっていう3種類出たんですね。で、巷ではね、iPhone が折りたたみのね、ものを出すから、それと、ちょっと、比率が違うらしくて、そう。だから、ちょっと、パスポートみたいな感じ？細長いんじゃなくて、ちょっとパスポートみたいな、話してる？怖い。眉毛触っとこう。とりあえず眉毛触っとくわ。危な。よし、大丈夫。ありがとう教えてくれて。話してることに気づかなかった。ありがとうね。